1.5mm リフォームフローリング薄い板は、表面は美しい木目石目を再現したオレフィン系樹脂化粧シートです。機材はウッドプラスチックボードで 1.5mm の薄さでも高い強度があります。施工方法は両面テープで既存の床の上に貼っていくだけ。今回はこの床の上に薄い板を貼っていきます。こちらの道具を使って DIY します。貼る床面をきれいに掃除しておきましょう。床材の側面には短手長手方向それぞれに下サネ上サネがあり、下サネと上サネを組み合わせて貼っていくので、割り付ける時の長さはサネを除いた表面で考えます。まず貼る床面を測って短手方向の中心線を出していきましょう。中心から床材の幅で割り付けていき、壁際が床材の幅の半分以下になる場合は全体を半分ずらして割り付けます。短手方向の割り付けが決まったら、もう半分も含めすべての列の線を引きます。長手方向は列ごとに約30センチずらす一尺ずらしで割り付けます。最も小さい列の端が施工しにくい大きさになる場合、全体に位置を動かして調整します。この時、両側の端に注意して位置を決めましょう。割り付けが決まったら、すべての線を引いていきます。貼り進める方向に下サネを向けて配置していきましょう。まず2列目の位置に1列目を仮置きします。床材の伸縮を考慮して壁際に 2,3mm 隙間を空けて施工する必要があるので、1枚目を壁際に突きつける際には壁との間にスペーサーを挟みます。続けてサネを合わせながら2枚目以降を仮置きしていきましょう。残り幅が1枚分より小さくなるまで置いたら、測ってカットしても OK ですが、床材だけでカットする方法もあります。カットする新しい床材を最後から2枚目にぴったり合わせ重ねます。その上にガイドとなる新しい床材を壁側の端に突きつけておき、重なった部分に印をつけてカットします。カットした部分にサンドペーパーをかけて長さの調整と面取りをします。カットした方を壁側にしてスペーサーが挟めるように置きます。カットした余りを壁際に当てながら仮置きした床材に線を引いていきます。引いた線に沿ってカットして1列目にスペーサーを挟んで仮置きします。列の始めは必要な分壁側をカットして置いていきます。壁際はスペーサー分の隙間を空けて両面テープを貼ります。長手方向の割り付け線にはテープが真ん中に来るように、短手方向の割り付け線には約10センチのテープを交差させて、テープ同士が重ならないように貼っていきましょう。貼る1枚分の剥離紙を剥がし、スペーサーに突きつけて貼ります。2枚目以降はサネを合わせながら貼り付けていきます。
残りも同じように貼り付けていきましょう。全部敷いたらスペーサーを取り除きます。床面をよく踏み込んでしっかり貼り付けたら完成です。